はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ そなたフル BA モデルです。これってもしかして AS24 より BA が多いの？そうよ。28個の BA が載ってるんだって。AS シリーズの命名ルールだと AS28 になるわけだけど、今回はそなたになったわけだ。これ、どう思う？って言われてもなぁ。そなたってどなた？あれか？冬ソナ？ヨン様？ちょっと、タイムスリップしてるよ。今の若い子、それ知らないから。ですよね。フル BA をあえて強調しない感じしますよね。それだけ自然なサウンドだよってことかな。それもあるかもね。で、ドライバー詳細はこれ。まず、低域担当の大きめな22955が1機。一番コストかかる BA だ。おなじみって感じですね。次は、中域担当の29689が2機。29689が担当する帯域は結構広そう。そうね。これもおなじみの BA ね。次は中高域担当の30019が1機。中高域は1機で大丈夫なのか？そうみたいね。最後は2個1の31736が5機。1個ずつのカウントで計10機。これが超高域担当か。余裕を持って超高域を出すにはこれぐらい必要なのかしら。そうなんじゃない？片側14機といっても BA 自体は4種類の構成。31736の数が多い分、確かに広域の繊細さや自然さは感じるような気がするわ。このドライバー構成は AS24 や AS24 プロと基本一緒で31736が2機追加になったってことだ。ああ、なるほど。で、チューニングスイッチで広域は2ステップで抑制できるんでしょ？そう。聞いてみると曲によって結構効果は感じたよ。低域側も2ステップですが、こちらはブーストですね。そう。個人的には常にスイッチ1と2はオンでいいかなーって思ってる。とはいえ、そなたにはチューニングバージョンとスイッチのないスタンダードバージョンがある。どちらも2万円台中盤と KZ ではかなりの高額モデルになるな。2万円ぐらいで売ってるショップもあったよ。そうみたいだね。5000円以下でいい音するモデルが多い KZ からすると気軽に買える KZ のイメージが吹っ飛んじゃうわ。聞いてみたいけど買うの勇気いるよなーって思う人も多いんじゃないかな。ただ視聴の第一印象はかなり良かったよ。外観はレジンのハウシングとフェイスプレートがメタルと相関されたレジンのミックスデザインです。この辺は AS24 系の別バージョンっていう雰囲気だね。そうね。サイズも AS24 系とほぼ同じ。重さは片側 8.5g。搭載 BA 数を考慮すればこのぐらいの重さにはなりますよね。持った感じずっしりというほどでもないし。リアーチップは2種類バンドルで、1つはメモリーフォーム白の波形です。チューニングスイッチ以外の広域調整用として役立ちそうです。メモリーフォームが3サイズ入ってるのは案外ありがたいね。マイイヤーチップを重ねるとやっぱりメモリーフォームは特徴的。それと10キロ以上で波形がばらける傾向なんで、イヤーチップによって超広域の印象は結構変化ありそう。今回の視聴と音収録は長期レビューも兼ねてナイス HCK-C04 を使うことにしたよ。KZ のフル BA モデルも結構ラインナップが充実してるんでちょっと振り返ってみた。全部じゃないけど AS16 や ASX の頃は中域を結構落として派手めなチューニングだったんだなぁと改めて思った。下のグラフの方が今風な感じしますね。AS10 プロはちょっと昔に戻ったようなドンシャリチューニングになってるのか。これはこれで良かったけどね。そうだったね。こうしてみるとそなたは AS24 系のチューニングなんですね。そうだね。傾向が分かったところでサウンドチェックだけど、そなたのスイッチオールオフとオールオン、そして AS16 で比較してみようと思う。ケーブルはナイス HCK スノールナ。音調整の基準はそなたスイッチオールオフね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
サウンドチェックでした。そなたの2つのセッティングの違いは高低ともにあったんですが、低域の違いが顕著でしたね。そうだね。広域側は曲によって分かりやすさが違うからな。それって10キロ以上の帯域が曲中にどのぐらい含まれてるかによるってこと？そう。選曲の段階ではなかなかそこまで考慮できないんでね。AS16 は少し線の細い感じがしましたが、そなたを音調整の基準にした場合の差分としての出音だからね。実際の音とは違うけど、差分としてはこうなるよってことなんだ。なるほど。じゃあ、そなたの実機を聞いた映像を教えて。オッケー。今回の再生環境はこれね。ケーブル、スノールナはまだ使い始めたばかりだけど、音太いなーっていう印象。今回は各帯域の印象ではなく、AS24 系との違いで分かったこと中心に話すよ。ああ、波形比較はかなり似ていましたから、確かにそれは気になりますね。いずれもチューニングスイッチはデフォルトで聴き比べたんだけど、最初はあまり違いが分からなかった。でも、同じ曲を順番に聴いていくと、AS24 のこの部分の違い、低域が軽いこと、それに伴い、高域が聞こえやすくなっていることにも気づいた。AS24 プロは、ここの差で、高域がよりはっきりしていることが違いとして出ていたね。それに対しそなたは、スイッチがデフォルトでも低域のどっしり感があるね。どっしりと言っても、低域に特化したような出方ではないけど、安定感ある。前半でチューニングスイッチは1100セッティングをデフォルトにしたいなんて言ったけど AS24 系と聞き比べてみるとデフォルトセッティングでいいなぁという印象に変化したね。シンプルに言えば AS24 系よりそなたはデフォルトで低域をしっかり出しているということだ。高域の感じはどうですか？きつさのようなものはありますか？いや、低域がしっかり出ている分それは感じなかった。仮にきついと感じたら0011セッティングで高域を抑えたりメモリーフォームでの調整も可能だからね。ああ、確かにそうですね。空間系の違いは？そこはほとんど同じだと思う。どれも結構広く感じた。ただ、高低のバランスの違いで空間の余白も違うと感じたけどね。質感はここにも書いてあるけど、色なし、高精度なサウンド再生っていう表現は結構当てはまる気がする。BA ならではの改造感で細部の音を拾ってくるよね。無駄がない感じ。立ち上がりが早いと感じるからかもね。その分空間表現にも曖昧さがないんで、ちょっと味気ないと思う部分はあるけど、それを差し引いても印象はとても良かったわ。あとは価格ですかね。そうだな。AS24 系よりさらに価格が上がるんで、すでに24系を持ってる人に強くおすすめはしないかな。ただ、KZ のフル BA モデルをこれから買う人には高めだけどそなたはいいと思うよ。そうだね。私も聞いてみていいなぁと思ったもん。そうね。AS24 系を踏襲しつつ、チューニングの完成度が高まった感じだもんね。はい。ということで、KZ のフル BA モデル、そなたのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。